皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。私たちの周りではさまざまな物質の分子レベルでの移動、熱の移動、液の流れが自然に起こっています。これらの変化を支配する法則は類似していることをご存知でしょうか。物理的あるいは科学的現象をモデル式で表す場合、これらの法則の知識が必要となります。そこで今回は物質移動、熱移動、液流れを支配する法則やその類似性について説明します。川の水は高いところから低いところへ向かって流れますね。物体の一部を加熱すれば、熱は温度の高い加熱部から低いところへ向かって伝わっていきます。また、水にインクを落とすと、その成分は濃いところから薄いところへ向かって移動します。これらの変化は自然に起こります。このような変化を自発的変化と言います。自発的変化は、システムのエネルギーを低くするように起こり、エネルギーが最小となったとき停止し、システムが安定化します。前の動画で述べたように、このようなエネルギーの変化を取り扱うのが熱力学です。この学問では、自発的変化が起こるかどうかを予測するのに、エントロピーという指標を用います。熱力学の第二法則によれば、熱の出入りのないシステムで自発的変化が起こる場合、エントロピーが増大します。それでは物質移動、熱移動、液流れを支配する法則を理解しましょう。物質移動は第一章1の13で述べたように、次のようなフィックの第一法則により表されます。式中の記号の意味は次の通りです。1式は物質が自発的に移動する速度、すなわち拡散流速 n が濃度勾配ラウンド c by ラウンド x を推進力とすることを表しています。拡散とは濃度勾配を推進力として起こる物質移動のことでしたね。1式から n は濃度勾配が大きいほど、また拡散係数 d が大きいほど大きくなることがわかります。d の値は物質により異なり、また同じ物質であっても水中よりも空気中を拡散するときの値の方が大きくなります。これは後者では拡散を邪魔する分子の数が少ないからです。次に熱移動はフーリエの法則で表されます。式中の記号の意味は次の通りです。物質移動の場合と同様に、熱流速 Q は温度勾配が大きいほど、すなわち温度差が大きいほど大きくなります。また熱伝導度が大きいほど大きくなります。例えば熱が迅速に伝わるアルミニウムは他の金属よりも大きな値を持ちます。液流れはニュートンの粘性法則により表されます。式中の記号の意味は次の通りです。3式は
光学単位形で表されています。単位形には絶対単位形、重力単位形、光学単位形がありましたね。これらについては第1章 1-6 の動画を視聴してください。簡単に言うと、重力単位の力に Gc をかければ、それは絶対単位の力へ換算されます。ここで m は質量、α は加速度を表します。今、面積 A の平行に並べた2枚の板の間に水を入れ、上側の板に力 F を加えます。この時の単位面積あたりの力は A 分の F となります。上側の板を一定速度 Vx0 で水平に引っ張ります。すると、板に接する水の層、すなわち第1層は板と同じ速度で動きます。これに伴い液の粘性に基づき、そのすぐ下の水の層、第2層も動きます。しかし、その速度は Vx0 よりもわずかに遅くなります。なぜならば、第2層はそのすぐ下の第3層との間の摩擦力で動きが抑制されるからです。同様に、さらに下の層もこれと接する上の層に引きずられて動きますが、その速度は下の層に行くほど遅くなります。結果として Y 軸方向、すなわち流れの向きと垂直な方向に図に示すような速度分布が生じます。ところで A 分の F の力は単位面積の板に接する流体の抵抗力でもあり、板に平行な流体内の各面に生じる先端応力 τ でもあります。これは各層、すなわち各位置における速度勾配ラウンド Vx by ラウンド Y に比例します。これにより3式が成立します。本式から明らかなように先端応力 τxy は速度勾配ラウンド Vx by ラウンド Y が大きいほど大きくなります。また比例係数である粘度 μ が大きいほど大きくなります。その結果、液は流れにくくなります。以上のことから3つの法則の式は類似の構造を持つことがわかります。すなわち物質移動、熱移動、液流れには相似性があります。3つの基本法則が数式モデリングにおいてどのように用いられるかを物質移動を例として述べます。図のような濃度差のあるシステムに対してフィックの拡散法則を適用します。ここで X 軸が拡散方向と同じ向きに設定されていることに注意してください。X 軸の向きに関係なく N は必ず正の値を取ります。一方、濃度勾配はこの例では負の値を取ることがわかりますね。左辺が正なので、この式が正しくなるには右辺も正でなければなりません。よって D の前にマイナスの記号が必要です。このことから、ここでは前述の1式をそのまま使います。これを積分すると4式のようになります。これは5式を与えます。これを整理すると
6式となります。次に、拡散領域において拡散物質が反応により消失する場合を考えましょう。ここでも物質が拡散する方向に X 軸を設定しています。拡散方向に垂直な辺の長さ1メートルの面に囲まれた幅 Δx の微小区間に対して物質収支式は7式のようになります。これを変形すると8式となります。右辺第一項の Δx を0に近づけて極限を取ります。これにより10式の微分方程式が与えられます。本式にフィックの拡散法則を適用します。この場合もまた右辺の項にマイナスの記号をつけた1式をそのまま用います。なぜならば X 軸の向きを拡散方向と同じに設定したからです。この場合、濃度勾配は負の値を取るので、マイナスの記号をつけることで右辺の値は正になります。これにより10式は11式となります。物質の濃度が低い場合、D は一定と仮定することができるので、12式となります。12式は時間とともに濃度勾配が変化する非定常状態を表しています。定常状態では左辺の濃度の時間微分項は0なので13式が得られます。次に固定化酵素反応について考えてみましょう。ある多構成平板の内部に酵素が均一に分布するように固定化されています。この空間を基質が左方向へ拡散します。今回は X 軸の原点を単体中心に置き、拡散方向とは反対向きに X 軸を設定しています。微小区間において微分物質収支を取ると14式を得ます。変形すると本式は15式となります。次に16式のように右辺第一項の Δx を0に近づけて極限を取ります。これにより17式の微分方程式を得ます。本式へフィックの拡散法則を適用します。今回は右辺の項にマイナスがついていない18式を使います。これは X 軸の向きを拡散方向と反対に設定したことで、濃度勾配は正の値を取り、右辺の項は正となるからです。18式へ17式を代入し、かつ D が一定と仮定すると19式を得ます。さらに定常状態において19式は20式となります。この例では反応が酵素により触媒されるので、反応速度式にミカエリスメンテン式を使っています。ここで Vm は最大反応速度、Km はミカエリス乗数です。いかがでしょうか。簡単に微分方程式モデルを導くことができましたね。以上をまとめると次のようになります。1、座標軸の向きと物質の拡散方向の関係により、フィックの拡散法則の式中にマイナス記号をつけるかどうかが決まる。2、有限小区間で
微分物質収支を取ることにより微分方程式が導かれる。3、各法則の式を微分物質収支式へ導入することで式中に2回微分項が生じる。また全体をまとめると次のようになります。4、物質移動、熱移動、液流れを支配する法則には相似性がある。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。また、多くの人に視聴していただくため、できればいいねボタンを押してください。それでは次回の動画までごきげんよう。